はい、こんにちは。山下夏実です。1月31日土曜日。今日は平塚ビーチパーク流木前でスキムボード楽しんでいきました。波はですね、意外と良かったんじゃないかなと思います。2026年入ってからだとかなりいい方の部類だったと思います。で、朝一来た時はね、まだちょっと潮が高いんですけど、この時間はですね、フロントをちょっとメインでやっていきました。前日金曜日軽く入った時に、この朝一の時間は、フロントの方が結構メインで来やすくて、で、引いてくるとバックサイドラップが出るっていう風な地形だっていう風に分かっていたので、今日もその間同じような感じで予想通り行ったんですけど、なので前半は、フロントを適度に走りつつ、合間でバックサイドを狙っていくっていうスタイルで練習していってます。ちょうど引き切り前ぐらいがいいかなっていう風に前日入った時に分かったので、その時間を目安に来た時は練習している感じです。なかなかちょっと難しかったんですけどね。そう、このフロントをメインで狙っていきながら、流せたらいいけど、ちょっと流すのは難しかったので、しっかり当て込んで、できるだけ帰ってくることを意識して、アウトのフロント、インサイドのフロント、両方狙っていく感じでやっていってます。で、合間で来るバックサイド、これはね、ライナーですけど、こういうのもしっかり狙っていける。一応全方向あったんじゃないかなっていうふうに思います。バックサイドラップ、バックサイドライナー、フロントサイドラップ、フロントサイドライナー。この4つの方向あって、メインはやっぱり右から左に割れていくバックサイドのラップとフロントサイドのライナー、レギュラーライナーだったら、その2つをメインで練習していってます。こういうラインですね。これとかいいですね。ナイスラップ。さあ、このライナーはギリギリ間に合う。いい感じです。流してる距離も長い。ライナーはね、意外と波がブレイク早くて難しかったので、あんまり本数は乗れなかったんですけど、乗れたら良かったですね。ハイクオリティだった。これはフロントサイド側で、いいですね。スムーズなターン。これもフロントサイドかな。ラップ狙いで、これちょっと刺さっちゃったけど、いい狙いです。インサイド、スプレーターン。ちょっとテイクオフが詰まる位置だったから難しかったけど、しっかりインサイドでフロント。いい感じです。さあ、これちょっと逆光で分かりづらいんだけど、結構綺麗なラップしていきました。このフロントは、いいですね。しっかり横を走って。このフロントはちょっと難しいかな。詰まっちゃう感じの波。さあ、いいサイドウェイの伸びからスムーズなターン。そう、もうこの辺りの時間はね、ちょっとずつラップが来始めてたから、ラップラインをメインで。これとかもいい感じですね。狙っていく感じでね、はい、やっていってます。そう、ここのギャップ越えが今のはうまかったんですよね。で、しっかり前出て。ターンからオーリー。いいフロントサイド。さあ、このラップライン、あ、これで奥行くんだ。で、
ちょっともったいないですね。そう、結構ね、アウトにチャレンジすることをね、メインでやってたんですよね、今日。できるだけアウトのタイミングで合わせようっていう風な意識をしてて、ちょっと無理な距離とかタイミングでもちょっとその距離で出るようなことは意識しました。さあこれ強引にバックサイド切ったけど、これフロントの方が良かったですね。フロントで行くにはただちょっと位置が悪かった。先行きすぎちゃってたんですよね。波より先に。難しいとこではある。さあこれはインサイドで深いレールターン。フロントサイド。いい感じです。さあこれはスイッチでのターンでナイスコンプリート。今の結構スムーズで良かったですね。さあこれはターンから540スピンでスイッチ状態でターンしようとしたけどちょっと失敗しました。さあフロントサイドいいラインで流れてるボードをキャッチ。いいですね。危ないんであまりやらないようにはしてください。ちゃんと技術がある人とかじゃないとそういうラインは攻めないような方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。さあこれは結構いい位置、いいターン、そして横に走っていく。いいですね。さあギャップ1枚越えてサイドウェイしながらちょっとバランスをうまくリカバリーしながらチューブ狙い。さあこれはギャップ1枚越えてスムーズにアウトに出ていく。ターンも綺麗でナイスラップ。横走った距離も長かったね。これがおそらくベストライドかな今日の中の。良かったですね。これはちょっとギャップのラインが変にあったけどしっかりコンプリートまで。さあややライナー側に開いていく波。しっかりコンプリート。結構ゆっくりめのスピナーからのリッピング。これもいいですね。さあこれね、結構難しいギャップ超えたんですけど、その後のターンがうまく決まんなくて、もったいなかったですね。まあちょうどこの辺りがやっぱり引き切りで一番波が良かったかな。結構、全員、乗れてた時間だと思います。これとかもすごいね。完璧なターンだね。さあこれはスピナーかな。リッピングスピナー。これとかちょっとスープになっちゃうけど、しっかり一応前に出ることは意識。この辺りがね、ちょうど潮止まりからは上げ始めぐらいの時間だったんですけど、やっぱこの間にね、ちょっと風も入り始めた。弱い風、オンショアだったんですけど、その2つがうまくマッチしちゃって、なかなかちょっといい波が、この時間を境に来なくなり始めてましたね。ちょっと難易度が上がり始めた時間です。いろいろちょっとラインとか狙う距離をね変えつつ、メインをねもう完全にこの辺の時間はインサイドに切り替えていってやるようにしました。
そういう波の条件とか緩慢、あとは風、そういうやつをうまく見極めて、今の波にはどのタイミングとかどういう狙いが合ってるのかっていうのをしっかり考えながらできるといいんじゃないかなっていうふうに思います。いいですね。これもいい。ラインは良かったね。ナイススプレーターン。これいいね。結構綺麗なスプレーだね。今の難しい波にしては。さあ、軌道修正して、しっかりターン。結構上から見ると軌道修正のラインがしっかり変わってるのが分かりやすいんじゃないかな。こう見てみると。そう、ポジションがずれたときはそういうのもやっていきながらって感じです。こんな感じで今日は、思ったよりいい波でね、練習ができて、1月最終日にして、結構いい練習できたかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。